神と呼ばれるものかはわからない。精霊たちには王がいる。中央の国の国王陛下や西の国の国王陛下のように。より無数に存在する。場の強い土地には必ず存在している。動物の群れの長のようにと子供の私に説明してくださいました。そうだ。場が安定して群れが大きくなると王が誕生する。そいつは何をするんだ？何もしない。場の秩序を乱されない限りは。秩序が乱れるとは？混沌だ。秩序は崩壊し尋常ではなくなる。予期せぬ不幸や厄災に見舞われる。精霊の王が死を迎えたり、邪悪な呪詛が場に持ち込まれた時、秩序を失い混沌が生まれる。混沌は万物を汚染する。場に触れた獣、獣に触れた草木は混乱して異様になっていく。もっとひどいものだ。あるべきものが影を失い、あらざるべきものが招かれ続ける。そういった土地は異様に美しいか異様に醜い。土地に住まう人や木々や獣たちも魔法で浄化することもできるが、根幹的な秩序を取り戻すまでは長い年月がかかる。異様に綺麗なもの。例えばヒースクリフは。あいつは容姿端麗だろ。そういうものは良くないものなのか？ヒースクリフは違う。簡単の息を漏らすような自然な美しさは混乱を生まない。息を飲み身構えるような異様な美しさだ。お前も見ればわかるだろう。そういうものか。わかった。ありがとう。しかしあんた口下手なのに説明すごくわかりやすかったよ。練習してくれたのか？アーサーが子供の頃何度も尋ねられた。ああ、なるほど。僕はまだどうしてもあなたの話が正しいとは思えません。何でもいいだなんて何でもいいはずがないのです。世界を動かす神秘の力がきっと正しい答えがあるはずです。僕はあなたではなく司祭様が正しいと思います。司祭とは？巷を騒がせている終末教団にリケは育てられていた様子です。そこでは魔法使いは神の使徒だと教えられていたそうで。そうか。リケ、お前が悩むのはもっともだ。世界に不思議を及ぼす神秘の力の正体を私も知りたい。アーサー様、この世界は不思議に満ちている。学びたいことがたくさんあるのは素晴らしいことだ。私もリケと一緒に一つ一つ学んでいきたい。そう思っているよ。